皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、ラウドロックの伝説バンド、Pay Money to My Pain のドキュメンタリー映画が上映されるということなので、彼らの魅力や、どのようなバンドだったのかをざっくりではありますが紹介していきます。私の大好きなバンドでもありますので、ぜひ最後までご視聴していただけると嬉しいです。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。Pay Money to My Pain とは、日本のラウドロック界において、多大なる影響を与えたカリスマ的バンドで、今も、なお彼らをリスペクトしてやまないバンドが数多く存在します。しかし、2013年12月30日、Pay Money to My Pain のボーカリスト、K の急逝により、バンドは活動休止となり、K の伝説に幕を閉じることとなります。PTP の活動休止から10年もの歳月が経ち、残されたメンバーや PTP の軌跡を追ったドキュメンタリー映画が今年上映され、10年もの時を経て、K は再び蘇るのです。Pay Money to My Pain は2004年に結成し、2006年にデビューを果たすのですが、もともとメンバーたちは、それぞれ、ガンドック、ドラッグストアカイボーイという別のバンドで活動をしていました。2000年、当時、ドラッグストアカイボーイで活動していたベーシストの剛は、ある男に惹かれます。そう、それは、当時ガンドックで活動していた K で、ライブでの彼の歌声を聞いた剛は、こいつとバンドを組みたいと思い、K を口説きます。K 自身もガンドックで行き詰まっていたということもあり、剛やそのメンバーたちと共に活動することとなり、2004年、Pay Money to My Pain は結成されます。しかし、結成してすぐに K はきちんと英語を学びたいという理由でロサンゼルスへと渡ってしまいます。ロサンゼルスへと渡った K は英語を学びながら曲作り、レコーディング、PV 撮影、何度か日本へと帰国し、アルバム発表やライブなどを行っていました。徐々に日本で人気を獲得し、ライブも成功を収めるなど、確実に成果を出していた PTP だったのですが、2008年、当時、日本のロックバンド、グリーンでも活躍していたジンが脱退してしまいます。ジンは、グリーンのボーカリストのヒデの実の兄でもあります。2009年、ロサンゼルスから日本へと K が帰国したことで、バンドは本格的に活動を開始。2007年から2013年11月までに4枚のスタジオアルバムをリリースしており、彼らの音楽性は Pay Money to My Pain というバンド名の通り、俺の痛みに金を払えといった K の生き様すべてが音楽によって表現されています。アルバムの内容に関しては別動画にて解説したいと思います。Pay Money to My Pain はどのような音楽性だったのか、日本のロック界にどのような影響をもたらしたのかをこれから見ていきたいと思います。PTP が世に出てきた2007年といえば、現在のラウド界において圧倒的な人気を誇るコールドレインがバンドを結成したり、シムがファーストシングルをリリースするなど、徐々に新たなラウドロックバンドが誕生し盛り上がりを見せていました。そんな中いち早く、ラウドロック界に名乗りを上げたのが PTP で、バンド結成から K が亡くなるまで、最前線でラウドロックシーンを先導し、結果を出し続けてきました。PTP は、ラウドロックバンドの中でも特に凶暴で、初期の頃はラウドロックという枠には収まりきらないほどの暴れっぷりをしていました。同じラウドロックバンドでありながら、PTP は少し他のバンドとは違う何か異端な存在をしているんですよね。それはどうしてなのかを私なりに話していきたいと思います。まず、はじめにラウドロックとはどういった音楽なのかを説明したいのですが、
ラウドロックというジャンルは日本にしか存在せず、定義は様々です。ですので、私の観点で話させていただきますが、ラウドロックというのは、海外でいうところのミクスチャーロックだと私は思っていて、ニューメタルやオルタナティブ要素、ヒップホップ要素やレゲエ要素であったり、様々な音楽をごちゃ混ぜにした音楽がラウドロックだと思ってもらえるとわかりやすいと思います。いろんな音楽をただ混ぜるだけではなく、バンドにはそれぞれ基盤というものがあり、2010年あたりから頭角を現したコールドレインは、リンキンパークにかなり影響を受けていますし、シムであれば、パンク系バンドから影響を受けていることが、彼らの音楽を聴いてみると伺えますよね。では、PTP はどのような音楽が基盤になっているのかなのですが、私が思うに PTP はブラックメタルやグランジからの影響をかなり受けているなと思っています。激しい曲はブラックメタル、ミドルテンポな曲はグランジの音楽性が表現されており、特に初期はブラックメタル要素が色濃く表現されています。まさに、俺の痛みに金を払え、と言わんばかりの血を流しながらライブをしていてもおかしくないような凶暴っぷりと異端さが感じ取れます。セカンドアルバム以降は、だんだんと洗練され、音楽的な意味でのブラックメタル要素は薄れていくのですが、魂や心はブラックメタルに通じる、いい意味でイカれた要素があるので、全く凶暴さは失われていません。そういった意味でもメタルヘッズである私は、PTP の音楽性が大好きで、K の表現する痛みが心に刺さりますし、歌声も魅力があっていいんですよね。クリーンボイスは、色気ある歌声で、シャウトやスクリームに関しては、アーチエネミーのアンジェラやアリッサのような性質をしていて、個人的にかなり好きな性質なんですよね。喉をひっかき、血まみれになりながら叫んでいるようなシャウトは、心と体の痛みを最大限に表現していて、ラウドロックバンドでこれほどまでに狂っていて、凶暴で異端なバンドは存在しないと思っています。PTP は、ラウドロックバンドでありながら、ヘビメタルに通じる魂を持っているのです。PTP が残した音楽は、コールドレインやシム、クロスフェイスなど、今のラウドロック界を代表するバンドたちに受け継がれ、ラウドロックの伝説バンドとされています。ラウドロック界に伝説を残し、31歳という若さでこの世を去ってしまった K。K の死因は、当時、自殺説が流れていましたが、彼は、抗うつ状態がひどく、薬を大量に飲んでいました。それが原因で、心臓が耐えれなくなり、心臓麻痺で亡くなってしまいます。K の痛みは、偽りでもパフォーマンスでもなく、本当の痛みなのです。だからこそ、俺の痛みに金を払えと言えるのです。そんな K とPay Money to My Pain の軌跡を追ったドキュメンタリー映画が今年上映されます。K の痛みに金を払いましょう。K は私が尊敬するアーティストの一人でもありますので、ざっくりではありましたが、今回の動画で彼の魅力が少しでも皆さんに伝わり、彼らの音楽を聴くきっかけにつながれれば幸いです。それでは、皆さん、良いメタルライフを。